皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。マナガツオ、それはカツオじゃないカツオ、スズキ系の魚だそうです。呼び名の由来はカツオに見立ててマネガツオから転化したものと、マナはとりわけ味のいい魚という意味で、瀬戸内海にカツオがいなかったために本種をカツオと呼んだためという説があるそうです。西海に鮭なく東海にマナガツオなしと言われるように、西日本で多く漁獲され、古来より西日本では珍重されてきましたが、最近ではハモと同じように関東でも歓迎されてきているようです。今でも十分高級魚中の高級魚ですが、関東が食べ出してくれたらさらに高級魚になるかもしれませんね。ちなみにこのマナガツオは友人と一緒にわら焼きにしてみました。取れたてだったのでうまみは少なかったですが、歯ごたえがあっても激うま。馬路村のポン酢が最高でした。でその漁の撮影に行きたかったのですが、今年はなんと少ないのでどうにもなりません。でも今年はタイがもうめちゃくちゃ多くてですね、マナガツオの人たちはタイを取ってきてますね。これは東の方が送ってくれた映像ですが、岡山県の東部地域でもタイは結構多いようです。結構かなり多いですよこれは。で今魚をさばく時に使っていたこのまな板、なんと視聴者さんからいただきました。これです。キチムさんという多分材木屋さんだと思うんですけどね、からいただきました。こちらがヒバで、こちらがヒノキ。これめちゃくちゃいい匂いがするんですよね。あまりちょっといいもんいただいたんで紹介させていただけませんかとキチムさんにお願いしたらですね、なんとメルカリへねたくさん出品しているらしいんです。で紹介していただけるんならゆずりはさんの紹介ですってメルカリで言っていただければ割引してくれるそうなんでですね、もしくはこの大きいのを購入していただくとこっちのヒノキ用の小さいまな板をつけてくれるそうです。もうとにかく匂いがすごい良くてですね、あんまりいいもんだったんで、歯の当たり方が優しい。嫁さん曰く包丁の刃の当たり方がもう全然違う、優しいらしいです。これを置いてから台所がもうめちゃくちゃ台所中がいい匂いがしますね。誤解がないように言っておきたいんですけど、あくまでも案件ではございません。あんまりいいもんだったんで本当に紹介させてくださいって言ったら、そういう話になったですから、もし興味がある方はメルカリでキチムさんで調べてみてください。ゆずりはの紹介ですって言っていただければ割引、もしくはこの大きい方買っていただければこの小さい方のヒノキの方のまな板をつけてくれるそうです。繰り返し言っておきますけど、決して案件ではございません。たまたまそういう話になっただけです。皆さんおはようございます。なんと昼出てます。久しぶりの昼漁。もうみんな出てますんで重役出勤ということになりますけど、よく言えば悪く言えば遅刻です。昼なんで大した量にはならないと思いますけど、カニ狙いで一応シャコと童顔、ヨシエビですね。童顔っていうのは頼島の人は童顔って言います。ヨシエビのこと、シラサエビっていう人もいますけど、中貝さんなんかはシラサエビって呼びます。を狙いでちょっとしんどかったら暑かったらさ早く帰るかもしれません。ターゲットの先輩を発見いたしましたんでね、ここで一番網を投入します。気づいてね。いや昼漁って気持ちいいですね。朝ですけど、昼なんで何も期待してないですけど、なんか追ってちょうだいっていう感じで一番袋出た。動画おりますね。よいしょ。なんかみんな一応これ取ってきてるみたいなんで、この辺でこれはもう死ぬるかな、大丈夫かな。なんかもう焼けとるような、もうなんか焼けちゃってる感じですけどね。よう生きとんなこれ。シャコもなんか長尺ですけどみんな拾ってきてるんですよね。いやクラゲまみれ、こちらはクラゲまみれ。カニ1枚、カニも取ってきてます。みんなちっちゃいけど。
シャコギリギリ拾えない。これはでも10センチあるでしょ。拾えそうです。これぐらいのシャコみんな一棚取ってきてます。これが育ってくれたら一番いいんですけどね。めちゃくちゃ湧いた年もあるんですけど、数だけはすごいですね。結構見えてますけど、これが育つともう海中これになります。昼漁なんで普段は拾わないこの汚れエビって寄島の人呼んでますけど、正式名称なんでしょうかね。青色タイプとこの赤色タイプがいますけど、これも拾っていきたいと思います。もうこのエビも拾います。何エビか分かりませんけど。いやー、しかしあれですね、日中めちゃくちゃクソ暑いですけど、朝はもうめちゃくちゃ涼しいですね。ちょっともう寝そうになる感じぐらい気持ちいいです。おっと、なんか大物が見えてますよ。大物が。おっと、銅眼がいない。ちょっとずらしてみたんですけどダメですね。ちょっと沖の方が銅眼、あら1匹か。沖の方が銅眼いないっぽいですね。ちょっと元のところの方へ帰った方がいいかもしれませんね。そして大物が見えてますけどほら、どうしよう。でも昼だから拾おうかどうしようか非常に悩む。ほら、昼なのでちょっと悩んでしまう自分が恐ろしい。なんかでも美味しそうですね。この部分だけは、中身は拾うか。いやー、ボラ拾うぐらいの量だとかなりやばいんで、ちょっと西の方へ来てみましたけど、こっからこの辺、あの辺はちょっと小川でやばいらしいので、かなり気をつけてやらないといけないようです。怖っ、これやばいでしょ。これかなりやばくないですこれ。作り落としたばっかりなんで、またこれ蹴るとまた50万円コース。やばすぎ。めっちゃ雨が降って県北の方川から水が出たんで、ああいうのも流れてますね。危ねえ。クラゲの予感がすごいですけど、あ、違った、人手ですね。人手、こっち来た人手なんですか。あ、でもさっきのところよりマシかも。銅眼いるし、これ結構相場するんでね、銅眼シャクちゃん来てちょうだい。おお、カニ、秋の漁かというぐらいカニ、しかも拾えるやない。でけえ、拾えますねこれ。でももう3番号離してます多分これは。ちなみにこれは銅眼ではなく、なんか芝エビって呼んでるやつのなんか違う方がいるんです。それ多分それですね。なんか名前忘れましたけど、芝エビかと思ったらなんか違うんですよねこれ種類。なんと1番3つも素晴らしい。もっと下へ西へ行ってみたいと思います。もう1番に3つもカニいたらもうここでしょう普通。でももうちょっと下へ行ってみたいと思います。どっちにしてもここをかけながら下へ行くのでカニ期待しときます。手おらんかったりするでしょうね。酔ってたら血の出てきた。カニに目が行き過ぎてもうちょっと全然気づいてなかったです。動画もうカニ3つと銅眼これだけいただけでもここへいた方が得そうですけどね。下へ向かっております。潮の返しなんで今度は本当にクラゲかもしれません。というかもうクラゲだしなあれ。お、カニさんナイス。早くも1つ目取ります。銅眼もおるし、ちょっと下行ってよしたんですけど、まあ下の方が銅眼大きいの分かってたんですけど数が見えませんね。でもカニさんおるからいいっす。おお、ここにもおるし、なんともう一丁来いカニさん。おお、何これ秋が来たんかというぐらいのカニの量。なんか3つ見えたけどおるかな。銅眼もおるし、さらに銅眼。カニさんなんかもう1匹見えましたよね。いや3つ見えたはずで、調子に乗って触って横手にやられるパターンか。あら、123、5匹おるはず。12345、素晴らしすぎる。そして動画の今んとこさ、あ、ここにも素晴らしすぎる。もうちょっとさらに下へ行ってみましょう。ちょっと小川が怖いですけど、さらにもうちょっと下へ今もう小頭筋来てますけど、さらにもうちょい下へ行ってみたいと思います。なんか晩よりいい感じになってきましたね。あそこに流木あります。
っきからもう流木に追いかけられてる感じですね。だいぶ下まで来ました。もうこの辺は漁船がいません。誰もやってないということはいないのかもしれませんけど、いる可能性も高いです。3番連続カニはありえるんでしょうか。カモンカニカニでちょうだい。おそう、カニ見えとるし。うわ来た。多め1枚にオン。もう夏はオンの方が値段良かったりしますね。これ15あるかな、ギリギリあるかな、微妙なとこですね今のは。もう1匹引っかかっている。素晴らしすぎる。1番4枚、片網ですでに4つ、すごすぎる。こっちはちょっとカニが見えてないですけど、おるのかおらんのか。おっと、素晴らしい。名古屋フグ、この間名古屋フグ食べたんですけど、やっぱり夏はあんまり美味しくないですね。カニ多め2枚、すごいんじゃないですか。カニ多めがカニもう1匹いたはずですけど見当たりません。どこに行ったのかわからない。でも動画いないですねここ。ちょっとさっきのところが動画も当たるしカニも当たるしで、さっきの方がいいかな。でも多め2枚はかなり多め2枚の方がいいわな。あれですね、夜行ってるとちょっと鬱っぽい感じになるんですけど、昼行くだけで、昼っていうだけでなんかちょっとテンションが上がります。やっぱり人間太陽に当たらないとダメなんでしょうね。この後さらに名古屋フグを追加して隠れていたカニさんも発見いたしました。そしてさらにもう1個隠れていたカニさんがいたんですけど、これはリリースですね。ここカニいるんですよ。カニがこの係によく多面がつきます。でおらんのでしょうね、開けたら。まあいつも盆前になったらカニは出てくるんでね、出てくると思っているんじゃないかなと思ってたんですけど、昼の人たち結構取ってきてるし、ただシャコと童顔ちょっとメインかなと思ったんですけど、この感じだとカニがいるみたいなんで、もうカニメインでちょっと狙っていきたいと思います。もう白石北地域島が近くまで来てます。ちなみにこちら高島、笠岡諸島です。あちらが真鍋島、こっちは真鍋島の沖の虫島の方へ取りに行きます。危ねえ、ギリギリでしょうね。これもうちょっと小川、小川この辺がギリギリラインですね。どうもしかもカニいない。さっきのところへ撤退でしょうね。これは撤退です。よいしょ。死ぬのみ。いや派手なんですけどね、甲殻類には全くかないません。よいしょ。こっちこんなとこに続き出しですね。出しっこです。そうダメなんかと思ったらですね、下から多めに出てきたり、素晴らしい。これ元気ないな。うわ死んでるか。生きろ頼む。よいしょ。カニいやもうカニまみれ、すげえ秋かというぐらい。いやすごい。1、2、3、4、素晴らしい。もうすでにあそこにカニさんが救出せればなりません。うわすごい。カニマジ。でもついに柔らかねがついに柔らかねがちょっと気をつけないといけないですね。これこれも柔らじゃな。うわちょっと気をつけないといけない。これはほんとマジで全部柔ら。急に柔らばっかり3枚。半日終わりましたけど、現在動画あるだけ。いやあれですね、カニの柔らがいたということは
なんと重大事件です。新子、今年初めて見ました。新子の感じです。面から先に沖に出ますんで、やっぱり面が見えてますね。このメスを追っかけて秋にオスが丘から出てきます。その時メスは潜っている状態になっています。なので秋は先にオスから取り始めることになります。ここが少し浅くなってるんですけどね、ここに毎年童顔がいますね。でもカニはこっちの深いところが多いようなので、両方かけて回ってみたいと思います。浅いとこかけて回ったら沖側の1番だけで午前中取った半分ぐらい1番で取れましたね。ヨシエビ相場いいんで、これ結構すごいですね。これだけいたら何匹おるんじゃろう。25ぐらいいますね。いやー、オンガネか、オンガネが素晴らしい。あ、でもやばな、ダメ。しかし動画いますよ。結構かなりすごい。ここにもカニおった。全然気づかん。これは拾えるでしょ。もう拾えます、拾えます。これは拾えます。おお、カニ。カニすげえ。カニすげえ。カニすごい。チヌどんだけ取らすんだ。その次なんのこれ。シャコもいないことはないんですけどね。まあでもいないと言っていいでしょう。みんな3キロ箱1棚ぐらい取ってくるんですけど、到底それには及びそうもありません。ここら辺はいないのでしょう、シャコが。動画もいいですけど、やっぱりカニでしょう。この日はまだ取らせてくれました。シル何個取らすんだ。けど2つ。素晴らしいと思ったら黄色。せっかく大きいと思ったら黄色。よいしょ。帰りましょう。暑い、疲れました。チヌ足すいくらいるんかな。20以上いると思いますけど、25ぐらいいるかな。チヌが溶岩は意外に伸びず、ちょっと全然もっといるんですけど、本当は死んだのもいるんで、死んだのはもうクーラーの中入れてますんで、入れないと売れませんので、本当はもっと多かったんですけど、死んでこれぐらいになってしまいました。シャコは全然おらず、みんなどこでシャコ取るんでしょうか。3キロ箱にいっぱい取ってくるんですけど、あとは名古屋フグ結構いました。カニは出すということで、またちょっと暑いんで明日一番何本ぐらいあったかな。カニもう40ぐらいあったと思うけど、カニのおかげで1個ないですよ。これが3つ針玉、40ぐらいいると思います。暑かった。持っていきましょう、魚を。